どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした22種類にも及ぶ水草を一気に植栽した砂利水槽の動画は見ていただけたでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。組織培養を中心に植栽していった60センチ規格水槽なんですが、あまりにも時間がかかりすぎたため、植栽を終えた後は湯まクリアで水を回すところまでしかできませんでした。というわけで今回はそんな水草水槽に早速外部フィルターを取り付けていきたいと思います。早めにやらないと組織培養の水草たちが立ち上げ初期のアンモニアで溶けちゃうかもしれませんしね。それでは早速やっていくんですが、まず最初に植栽してから翌日の映像をお見せします。全体像がこちら。22種類と結構な数植栽していますが、だいぶギッチギチに植栽したこともあり、まだ植えるスペースはあります。目測にはなりますが、6割程度しか埋まっていないのではないでしょうか。正直あまりにも詰めすぎてると思う種類の水草もあり、植栽後に反省しています。このギチギチ植栽が吉と出るか凶と出るかは分かりませんが、経過を見守っていきましょう。ちなみに前回の動画の最後にもこの映像はお見せしていますが、例のごとく植栽直後の全体像を撮っていなかったため、この翌日の映像を載せていました。一つ一つの水草を寄りで見てみるとこんな感じ。植栽1日目にもかかわらず、うねっていたルドビシア・レペンスルビンが水上に向かってまっすぐになってきていますね。他の水草たちもどんどん上を向いており、水草の生命力の凄さがわかります。このように動画外で植栽したリムノフィラ・アロマティカもピンと背筋を伸ばしています。一番奥の赤っぽいやつはボゴステモン脱線で、冬の屋外に放置していた結果、状態が悪すぎて変な色になってます。ただこの脱線はマジで生命力やばいので、ここから復活してくれると信じています。ちなみに水上の水草はメルカリ産のものと屋外栽培避難組のみで、あとは組織培養株です。おそらくここから水中に適応していくために水上の葉が枯れていくと思うので、そこからしっかり灌水しておかないと大変なことになりそうですね。枯れ葉や浮いている葉が結構水質悪化の原因になったりするので気が抜けません。とりあえず今後は枯れて浮いてきた葉を毎日すくう作業が待っていそうです。そんな感じで全体の状態をお見せしたところで、外部フィルター設置の作業に入っていきます。通常であれば新品の露材を使うんですが、今回は組織培養株が多めということもあり、バクテリアが住み着いている露材を使ってチート立ち上げします。それがこちら。ストック水槽と化した90センチ水槽にザルに入れてクリップ止めするという荒技で活かしておいた熟成されたキャビティです。あまりにも熟成されすぎて浮かしておいたクリプトが活着する勢いなんですが、結構水流も当たっているためバクテリアも生き延びてくれていることでしょう。なんなら苔もうっすら生えてきていますが、これは熟成されたことを示している確固たる証拠です。これを使うことでスタートダッシュをがっつり決め、これからの立ち上げを容易にしていきます。正直量は少ないですが、これがあるのとないのとでは雲泥の差です。ということでいつもの A ハイム2213に入れていきます。今回もいつものように A ハイム2213のサブフィルターとメインフィルターの2台体制です。まずはサブフィルターの準備から。この一番底に先ほどの熟成されたキャビティを入れていきます。これには自分なりの理由があって、サブフィルターの底面が一番最初に水が入ってくる場所であり、ここにバクテリア付きの露材を入れることで、それ以降に通る新品の露材にもバクテリアが住み着きやすくなるんじゃないかと考えてます。正直感覚の問題で全く根拠もないんですが、極論露材なんて全部気持ちの問題なんで、自分が納得する露材を選んで納得するやり方でセッティングすればいいんです。その自己満足も込みでアクアリウムですからね。続いてはその上に新品のキャビティを入れます。検証するために開けてましたが、おそらくほとんど満タンに入っていたのではないでしょうか。ただ先ほどの熟成キャビティも量が少なかったので、全体の半分くらいしか埋まってません。
なのでそこにあり合わせのキャビティプロを入れておきました。こうしてしまうと完全に通常のキャビティと混ざっちゃうんですが、色がマーブルになること以外に支障はないので気にしない方向でいきます。それでも結構スペースが空いてしまいましたが、最近露材はギチギチじゃなくてもいいだろ強に入信したのでこれでいいです。最後にいつもの粗めスポンジをセットし、蓋代わりの露材バスケットの蓋をはめ込めば完成。続いてメインフィルターなんですが、特に面白いものもないので外側からお見せします。こんな感じで以前動画で紹介したラボスパイラルを詰め込んで、最後にウールマット代わりのゲルマットを入れてます。地味にこのメインフィルター70周年のグレーモデルなんですが、水槽の配置の関係上デスク下の一番奥に置くことになるため、色が違うこととメリットが全くありません。エイハイムは緑色が至高だから。そんな感じでフィルターをセッティングしたわけですが、映像の少なさからお察しの通り、結構忙しくてセッティングを1から10まで撮影することができませんでした。とりあえずセットした状態をお見せするので許してやってください。というわけでセッティング後5日目の状態です。やはり忙しすぎてセッティング直後に撮影する気力がなかったようです。なので外部フィルターのお話もそこそこに、現在の水槽状況をお見せしていきます。だんだんと茶苔が出てき始めました。細かいインディアンクラッスラーの周りにももやっとしたものが出てきています。ハイグロフィラ SP チャイは全く微動だにしてませんが、もやっとというよりのっぺり系の茶苔がついてますね。ウォータークローバーものっぺり系。ニューオランダプラントは早くも薄紫色の水中葉が展開されてきています。ここ数年水上葉を育成して思うのは、水中葉よりもスイッチ入るのが早いです。いきなり溶けたりとかしない限りは、頭頂部からどんどんと水中葉を展開し、めちゃくちゃ伸びます。ただその後に下葉の水上葉が落ちていくので、ある程度水中葉が伸びてきたら引っこ抜いて水中葉部分のみを差し戻しするのがいいかもしれません。その隣のロタラメキシカーナプレミアムレッドは終わってます。あんなに赤かったのに色はどす黒くなり、苔の養分にされてます。やはりこの水草は難しいようですね。ロタラ盆栽も下の茎が怪しいですが、頭頂部が水中葉に変わってきてます。見えにくいですが、ブリクサジャポニカはなんか奥の方の株は溶け始めてますね。これは全滅するかもしれませんが、経過を見守りたいと思います。アルアナの夕焼けはこんな感じで、うっすらと赤く染まってきてとても綺麗です。植栽から1週間ほどしか経っていませんが、こんなにも順応するのが早いとは思ってませんでした。やはり水上葉は侮れません。ベトナムゴマノハグサもすでに匍匐の片鱗を見せております。そしてルドビジア・ルペンスルビンはというと、めちゃくちゃ頭頂部が赤くなってきました。これはルドビジア・スーパーレッドと同じくらい真っ赤です。ただこちらの方が上品というかワインレッド感があっていいですね。これで葉の大きさがもっと小さければレイアウトの定番種になっていたかもしれません。アラグアイやレッドロタラもアルアナの夕焼け同様、頭頂部がうっすらと赤く染まってピンク色に見えます。このロタラが水中ではどれくらい赤くなるのかも楽しみです。隣はハイグロフィラロザエネルビスなんですが、ここだけ見るとポリスペルマっぽいですよね。もともとがメルカリ産の水上葉なんで、もしかしたら種類が違う可能性もあります。そして地味にその後ろに動画外で入手したロッタラマクランドラフ入りが植栽されてます。正直自分の環境ではロタラマクランドラ系は苦手意識があるんですよね。育ちきると葉がなくなっていつの間にか消えるイメージ。ヤマトヌマエビと相性が悪いのかもしれませんが、一気に調子が悪くなって矮小化するので原因を知りたいです。もしかしたら足元ら辺に追肥とかした方がいいのかもとか思ったりしてます。隣のリムノフィラアロマティカもだいぶ水中葉を展開してます。ここから上視点になりますが、案の定死にかけのポゴステモンダーセンは復活してきました。こいつは本当に生命力が強く暴れまくる種なので警戒が必要です。隣のグリーンロタラは水上葉のまま匍匐してきてます。
周りを固めてこいつの暴走も止めないといけませんね。ポゴステモンデカネンシスも順調で、さすがはポゴステモンの名を冠する水草だといった印象。一番端のセイロンロタラもいい感じに水中化してきており、おおむね順調なのではないでしょうか。その手前に植栽しているパールグラスはルドビチャ・レペンスルビンに隠れて見えづらいですが、まだ生き残ってます。しかしそんな順調っぽく見えるこの水槽の中で、ロタラ・メキシカーナ・プレミアム・レッドよりも早く消えた水草がいます。それがこちら、リニアンハイグロの奥に植栽していたプロセルピナカ・ファルストレスキューバです。これは本当に跡形もなく溶けましたね。溶けやすいとは思っていましたが、これほどまでとは思っていませんでした。都市基板用1カップ分すべてをつぎ込んでしまったがゆえに、常にプレミアムレッドと合わせて3000円分くらい溶けてます。正直自分くらい水草溶かしてたら3000円なんてビビたるもんですが、改めて金額に直すとちょっとやみますね。これも張り切りすぎて一気に水草を植えてしまったせいではあるんですけど。というわけで外部フィルターもセットして植栽から1週間経過したダッチアクアリウム風水草ストック水槽の状況報告でした。なかなか波乱万丈というか、まだ水上用が適用し始めたくらいの段階なので、これからどう転がるのかは分かりません。すでに雲行きが怪しいものもちらほらありますが、いろんな意味で期待しながら続きをお待ちください。というわけで今回はここまで。